映画「夕刻」の撮影はわずか2日間というスケジュールの中で行われた。藤井弘明プロデューサーにより、プロの映画スタッフたちが東京世田谷にあった大倉映画のスタジオに集結。原作者であり、制作、脚色、監督、出演を全て一人でこなすスタジオの中の三島由紀夫はどのようにスタッフに映っていたのか。40年の時を経て当時のスタッフの皆さんに集まっていただき、映画「夕刻」と久しぶりの再会を果たしてもらった。鑑賞後、三島由紀夫の2日間の様子について話を伺うことにする。今日は40年ぶりに、私たちがやった夕刻をご覧いただいて、それで夕刻についていろいろと、語っていただきたいと思います。この映画今ご覧になるお客さんが見られると分かりますけれども、スタッフのタイトルがどこにも入ってないわけです。でそれは、この映画の成立と関わり合いがありますんで、ちょっとご説明します。で当時私は三島さんの小説をいくつか映画にしておりまして、大映に所属しておりました。である時三島さんが、夕刻を自主映画でやりたいっていう、自分の自作自演でやりたいという相談を受けたわけです。で私はその時に即座に、自主映画なんていうのでなくて、ちゃんとした35ミリで、それでできたら、日本でも上映して、で外国への映画祭へ出したいというふうに、三島さんに言いましたところ、三島さんはじゃあ、やろうということになって、それからスタートするんですが、当時私たちは大映に皆さんいまして、これは会社に内緒でやらないと、きっと当時の社長が中田さんが、自分の意見を出してきたり、それからお金を出してくれるでしょうけども、いろんな注文つけてくると思ったもんですから、2日間、内緒でやることにしました。それでまず私はキャメラの渡辺さんに、話しまして、戦中戦後の、名キャメラマンなんですけど、君雄さんに相談し、それから、美術の真野さんとも増村さんやなんかで随分やってきましたんで、真野さんに、お願いすることにして、ほとんど大映の、社員と契約者の、スタッフなもんですから、会社に、そのことがバレるとまずいんで、2日間だけとにかく内緒で大倉映画のスタジオへ来ていただくことにして、始めたわけです。でしたがって大抵スタッフの皆さんのお名前を出すのが常識なんですけれども、この映画だけはそういうことができなかったわけです。今回新しく上映されたりビデオになる場合は、皆さんのこの優れた大映のスタッフが作った映画の全スタッフをとお名前を発表したいと思っております。この映画は当時 ATG で配給されまして、後にATG っていうのができた時は外国の優れた作品を紹介するっていうことになってたんですけれども、日本映画で ATG っていうのはこの映画が要するに大ヒットしたもんですから、日本映画でも興行的に成り立っていくっていうことを ATG の指導部はこの映画で認識したわけです。ですから ATG 運動という戦後の日本映画史の中で際立った業績を残した ATG 映画っていうのは
オーバーに言うとこの映画がきっかけになったかもわからないんです。ただこれは三島さんが45年に亡くなられてから未亡人のご意向でフィルムを全部破棄するっていうことになったんですけれども、ネガだけはどうしても残しておいてくれっていうふうに頼みまして、で奥様も了承してくださって、それを茶箱の中へ入れて35年間眠ってたわけですけれども、未亡人が亡くなられた年に、その茶箱を探しましたらこれが奇跡的に、残っておりまして、三島さんが、自分の、いずれ全集が出る時にはこれを最後の巻に入れてほしいっていう三島さんが言い残して言った言葉がありますので、三島さんが没後35年生誕80年を記念して公開したいと思って今日に至りました。でまず美術の間野さんに伺いますけれども、間野さんはこの話をお聞きになって、この映画に関わられる時に最初どういうふうにお思いになられましたか？まずこの「夕刻」の原作に三島さんのスタートの時点のシナリオが載っておりますけれども、それを実は最近また拝見させてもらって読んだんですが、大変リアルな、赤坂かあの辺の住宅に新婚早々、2人の生活が営まれていたという状況を実は詳しく原作には書いてあるので、これはこういうものかなと思ってたんですが、それをですね結果的には能舞台に、芝居の場を作るというその集約性と、それから単純化っていうんですか、単純性っていうか、そういう形でリアルな、要するに普通の二貫屋の下田屋じゃなくて、映像的に大変その様式化された形に、するために能舞台にしたという設定は三島さんのもちろんその発想の原点はそういうところにあったんだと思うんですが、その辺でその能舞台を舞台にして、そのお芝居だけをそこにシンボリックに演出してそれを映像化するっていう方向になったことは、素晴らしい発想であると思うし、我々は一緒に仕事させていただきながら大変勉強になったことでありました。三島さんはお能にも歌舞伎にもそれから文学座だとかいろんなご自分の劇団やなんかで、舞台やなんか詳しいし、それから小説家の中でも、映画に関しては三島さんほどよく知ってたりたくさん見てる人は少ないんじゃないかと思うんですけども、で堂本さんはお能の研究家であったり、しますので、最初に三島さんが堂本さんと、話して、でそのいわゆる能舞台のようなセットでやろうということになったんですけれども、三島さんが、映画版「夕刻」の中で間野さんのところに触れてあるところがございますけれども、間野さんがすごく簡潔なすごいいい、セットを作ってくださったっていうふうに三島さんは、感謝の言葉を書いておりますけれども、実際のそういうその芝居の場を作るっていうことにおいては、三島さんが夕刻の本にも書かれておりますけれども、例えば、タンスを置くとかテーブルを置くとか、そういうそのリアルな空間を作るよりもどういう芝居をここでするかっていうその整理された単純に表現をしようという空間作りが、実はその正面に姿勢という軸をかけるだけでその空間を描くと、それからもう全て色を感じさせない白を持ってきて、その中で2人がシンボリックに芝居することに集中
視線を集中させるということで、能の舞台ということになったことで、話が運んだわけですけども、そういう点ではかなり、映像的には素晴らしい、単純であるんですけれどもその表現する力っていうものが描かれてるんじゃないかと思いました。フレーム自体がやっぱりフレーミングがいいですよね。今日見て、あの頃は助手だから分からなかったけど、今は今日見せてもらったらなかなか感激するやっぱり映像で、北崎さんのやっぱり今モノトーンのね、色調がやっぱり素晴らしい。それも素晴らしいと思います。本当に今日初めて勉強になりました。そうですか。石間さんがね、当時白っていうのをものすごく嫌ってたんですか？白一色ですよね、バッグはね、そうすると人物がいてね、白一色っていうのはもうライティングにしてもこれ難しいんですよね、白を切らないとダメだし、人物だけに当てないとダメだ、そういう点でね照明部さんも大変だったし、普通そうですね、カメラの方から言うと白の中のっていうのは一番ね、やりづらいあれなんですよね、それをうまくねバッグの白を抑えて、あれしたっていうのは良かったんじゃないかと思うそういうことですね。渡辺さんはもちろん戦前戦中からもずっとキャメラやってられて、いろんな大監督と組んでおやりになってて、衣笠さんだとか、たくさんいい映画をやってますけども、もう僕は渡辺公夫さんのようなタイプの撮影監督っていうのは出てこないんじゃないかと思うんですけれども、それで渡辺さんはこのあとご自分で226っていうのを映画をやりたくって自分で脚本書いて自分が監督するっていうプランがあったけれども、それで亡くなられたんですけれども、渡辺さんと三島さんの組み合わせっていうのは僕はとても良かったんじゃないかと思ってるんですけれども。工藤さんは空っ風野郎の時から三島さんと親しく知ってらしてて、この夕刻の時に工藤さん一番印象に残られたのは何でしょう？そうですね、撮影に入る前に三島さんに呼ばれましてね、白黒で行くと、色は血の色だけだと、なんとか効果的に出す方法をね考えてほしいと、結果的には衣装も白むくの衣装も1点しかないので、NG で汚したら甲斐がないのでね、その辺も考えてもらいたい。なんかいろいろ注文がたくさん出ましたけれども、皆さんのおかげで無事終わりましたですね。この映画みたいにいろんなところへこう多角的におやりになったのはあんまりなかったんじゃないですか？そうありませんね。例えば切腹するところで、腹渡が出てきますよね。あれもですね、豚の内臓ですね、腸を買ってきましてね、腐るといけないのでホルマリンに一晩つけてきまして、それで人工皮膚を作って三島さんのお腹の上に貼り付けて、やったんですけれども、ホルマリンにつけても匂いがひどいのでもうおでこのいっぱい撒いたんですけれどね、でもスタッフの皆さん臭い臭いっつって大騒ぎしてたんですけどね、腸が効果的によく場面を表していると思いますね。その腸のことでね、あるんですよ。現場でね、誰もやっぱ手つけないですよね、臭いしね。これで助監督さんっていない、あんまりやらないし、僕はほとんどねお腹の中にこう突っ込んでやったんですよね。その上にこうね貼ったんですよね。それがやっぱり今一番のね、見ててもね、一番印象に残ってるのは
長なんでね。それと先ほどお話したように、能の舞台で、やるということでほとんど白の世界で、ライティングも白ばっかりのところだと多かったんですね。その最後の切腹の要するに血ですね、それが黒と、当然白黒の映画ですから黒として映ると、全体が白で血だけが黒であるっていう、その大変その映像としては印象的なね扱いっていうんですかね、白と黒、要するにセット、それから人物の衣装、その他はほとんど白で、血だけが黒に、印象に強く残るような考え方を進めてたと思うんですよね。そういう意味ではかなりその強い印象をその最後の、自決のところで現れてるんじゃないかと思いますけどね。裾に軍棒にかかったりとか、要するに彼女の裾に血が散るとか、あの辺が大変白黒のね鋭さが逆にこう効果的に出てんじゃないかなと思いましたけどね。あれ軍棒がこう倒れるでしょ、あれは要するにそういうプランでやってたんですか。偶然倒れた。偶然ですからタイミングは実に素晴らしいですよね。そうですね。でそれがまた印象的なんで偶然やったのかどうか、どうですかね。ちょっと思い出せないけど、すごく効果的ですよね。いずれにしてもすごい印象的で良かったと思いますよね。それと、先ほどもの問題になってたんですけど、ラストの要するに、俯瞰のカットになるいろいろこうお芝居があって最後の石庭の問題ですね。これがどういう形のために石庭にしたのか記憶にないんですけど、なんですか、石庭っていうのは大体京都にございますけれども、その大きい海っていうか、要するに海を象徴していることが多いんですが、今回の場合はその2人が最後にその清い海っていうんですか、清い大海にね、要するに全てを捧げたっていうか、そういうような感じをね、どういう意味で石庭をバックにしたかっていうのの打ち合わせはなく、そういう映像的にはそういう形に映ってるわけですし、そうしたわけですけど、清い大海っていう解釈がいいのかなと、なんとなく思いましたけど、このシナリオもね、一番最初の原稿を今読みますとね、石庭になってないんですよ。ですね。それで途中でね、これは変わったんだと思う、もちろん変わったんですけれども、それでその時スタッフに配布したシナリオにはすでに、石庭になっている。なってますか。なってるんですよ。だからただ僕は現場でなんかさんや、皆さんで石庭にした方がいいとかっていうふうに話し合ってらしたような気がしたんですけれど、それはもうちょっと三島さんがいなきゃ分かんないことなんですけれども、でもこういうふうにしてよかったんじゃないかと思いますけど。絵の広がりっていうんですか、最終のカットだけにあってなんか余韻がね、残る素晴らしい絵になってますよね。これは日本でももちろん、ヒットしたり、それからすごいセンセーションを起こしたんですけれども、ツールの国際短編映画祭っていうところへ内緒で出しまして、その時に随分いろんな人から褒めていただいたんですけども、それはやっぱり日本映画のスタッフが持ってる技術の高度なところを彼らは要するに認めたって言いますか、それをが良かったからであると僕は思ってるんですけれども、工藤さんは空っ風の時も三島さんに随分いろんなことで
手伝っていただいて、あれ空風の時に三島さんがエスカレーターで転倒して怪我されましたよね。ああいうことがあってから余計親しくなっちゃったんですね。あれなんか頭にこういう作ったんですよね。そう怪我してね金で金じゃなくてね網でね毛を通してなんか硬いのを作りましたよ。危ない。こう縫った後毛を切っちゃったんでね、ハゲみたいに見えますからね、撮影にならないので、今でいうヘアピースですよね、それをこしらえて頭に乗せて撮影したんですけどね。この夕刻の場合は三島さんは相当映画を撮ったことないんですけれども、例えば衣装にしても小道具にしてもいろんなことをね克明に調べてて、ご自分の軍服だとか軍帽だとかいろんなものはね自分で探してきて、それから生地を買って、仕立て屋さんのところに持って行って作ってもらったりいろんなことをやってるんですけども、それはやっぱり三島さんというのはとっても几帳面な人でしたから、要するに文学者としても世界的に有名なんですけれども、例えば映画の世界へ入ってきた場合は自分は新人の監督だっていうふうな割とじゃない大変謙虚に、あれでスタッフや俳優さんやなんかに接したんじゃないかと思うんですけども、それは真野さんそういう点では特にね市政の掛け軸なんかに現れてるんですが、大変な字がうまいっていうかお上手で、市政の字ももちろん三島さんがお書きになって、銀座の鳩橋堂で割と大きい和紙を手に入れて実際にお書きになって表装してもらったりとか、それから他にもですね三島さんが字がうまいなと思ったのは最初の巻き紙にタイトルが出ますね。であれも全部三島さん自身がねお書きになったりしてるんでね、驚いたんですけどね、普通はそういうのをまた専門家に頼んだりすることはあるんですが、軸といいそれからタイトルを書かれたその巻物といいほとんど自分でおやりになると、これはまたすごいお上手ですし、また精力的に、いろんなことをやっておられるんで、我々は驚きましたけどね。タイトル書くときにフランス語かなんかでも書かなかったですか、タイトル。書きましたね、確かそれを覚えてるんですよね。だから英語とフランス語とドイツ語となんか日本語それをずっと書いてね、全部自分で自分で書いてま書いてしたます。書いてね、それで確かね撮影終わってから初日の撮影終わってからですか、なんかそれタイトルを変更しなくちゃいけないっていうんで、巻物だと思うんですけど今晩終わってから帰ってくるっていうんで翌日にちゃんと揃えてこられてましたね。だからほとんど寝てないで書かれたんじゃないですかね。そんなことがございましたね。いろんな準備をしながら、もうほとんど三島さんがやってくれたんですけれども、例えば、映画の最初の頃出てくる玲子が小道具のこう動物のあれがありますよね。あれはちょうど仕事で、イギリスへ行った時にロンドンで買ってきたり、ですからその時はもう、夕刻のことばっかり考えてたんじゃないかと思うんですよ。これはなぜ2日間でやらなきゃいけなかったかっていうことは、当時三島さんはもう猛烈に忙しくて、でこの映画を撮るちょっと後から例の最後の「北条の海」4部作を書き始めてるんですけれども、ですから映画に三島さんのスケジュールを取れるのは2日ぐらいしかなかったんで、それで慌ただしくとにかく朝早くから初日はそれでも11時頃終わったはずなんですけども、
それで今ノートを見ますと最初第1日目に例の石庭の俯瞰のとこから始まってますよね。それであれは軍服も汚してないし衣装も汚してないしからあれが真野さん最初の、カットがそうですよね、撮影の始まる時。ね、大クレーンを使って、はい、その大クレーンが来るのがはい、予定より遅れてきたために、はい、スタッフはイライラして待待ってたわけですよね。はい、でまあ遅れてきてから、はい、セッティングしたわけですけども、今日拝見してその石庭のその渦の様子をまあ実際の映像として見てライティングもうまい遮光線でその渦が実にうまくね描かれてるなと思って、まあまあうまくいってるなと私は思って、おりますけれども、そのクレーンが、これは東宝撮影所から借りてきたわけですよね。それで、三島さんの几帳面の三島さんはですね、その待ってる間の時間のロスが、どれぐらい影響するかっていうのにかなり神経質になってまして、今ノートを見ますとね、要するにあとで大体この映画は、何カットで撮らなきゃいけないかっていうのを計算してるのがあるんですよ。でそれは三島さんが自分で計算したんで渡辺さんがそういうふうに言ったんじゃないと思うんですけれども、そうしますと例えば、残りをこの2日間の時間でやるためには、ワンカットは何分でやらなきゃいけないかっていうのをね、そういうところは人やっぱり東大法学部ですからね、すごい几帳面って言いますかね、法律的な頭脳構造って言いますか、だから、案外映画を撮ると能率的にやれる人じゃないかという印象を僕なんか持ちましたけれども、とにかくそれからはかなりハードな、スピーディーな、仕事になったと思いますけども、それは北崎さんどう思われましたですか？いやスタッフもだんだん、慣れっていうあれもあるんですね、2日目は。初日はやっぱしいろいろね、初めての間し、人も少ないし、だから初日っていうのはやっぱりみんな各部で苦労したと思うんですよね。でも2日目になるとだんだん慣れてきてだし、だから最後のあれにしてもライティングして足跡がつくんですよね。我々どうしても林さんと行きますからね、それをまた後そういうのが大変で、大変だったなと思ってね、自分の歩いた後をこうきれいにねして帰ってくるとか、そういうことですね、やっぱし。初めて監督されるにしてはですね、もちろん現場での気の使い方とか、それからカット割りのなんていうんですか、デリケートなね分析みたいなものを実に細かくされてて、それを映像にするためにはどういう進め方をするかとか、初めてその映画の監督されるにしては素晴らしいなんか不思議な才能っていうか、私らはこう見てて後で感心しましたけどね、要するに空想っていうか地上でそれを考えるわけですから、その辺のなんか能舞台にするっていうお話も最初にしましたけども、したっていうその良さを感心してるわけですけれども、そのカット割りの細かさね、この辺が初めて監督されるにしてはね素晴らしい才能をお持ちだったんじゃないですかね。それを渡辺さんがもちろんうまく受け取って、その絵の切り方とかつなぎだとか、皆さんの塩野さんのうまいライティングだとか、そういうのが総合されてできたわけでしょうけど、それが見事にうまくいってこういう結果になったんじゃないかなと思いましたけどね。三島さんはその映画は素人ですけれども、例えば一つの分野でものすごく秀でてる人っていうのはやっぱりどこか人を引きつけるところがあるんじゃないでしょうかね。そうですね。ですから空っ風やなんかをやってる時でもやっぱり監督と
猛烈にこうやり合うんじゃなくて、三島さんは要するに世界の三島だなんていうことは一言もね表へ出さないで、監督の言う通りにこう素直にやりますでしょ。そこへまたすごいあれが飛んできたりなんかするから、それとスタッフがね随分三島さんの味方になっちゃったって言いますかね。それでいて、どんなその新人のスタッフにも必ず丁寧に挨拶をしてて、そういうところは三島さんのすごいとこって言いますかね、ちょっといないんじゃないかなと思うんですけども。で工藤さん三島さんと随分いろいろと親しくしてらしたでしょ。正村さんとからっ風はあれはちょっと違うと思いますね。得意体質って言いますかね、お互いになんかぶつけ合いみたいなところがあったような気がするんですけれども、うまく避けたのが避けたのが三島さんの方で、ですからその点はやっぱり聡明ですよね、ぶつかるってことは知りませんし。この相手役やってくれた、彼女は、工藤さんは彼女が大英のニューフェイスへいる時から知ってました？知らなかったですね。ああ、そうですか。はい。はい。大体ニューフェイスは大体わかるんですけどね。はい。最初お会いになった時に、彼女はいいと思いました？三島さんが、この子で行きたいんだけどどうって聞くんですね。はい。だから会った時になんか割合清楚な感じがあって、いいんじゃないですかっていう話してたら、三島さん喜んでましたですけどね。玲子の役っていうのはね、最初は名前がある女優さんだとかスターだとかっていうのをいろんな人が勧めてくれたりいろんなことをしてたらしいんですけれども、当時大英に演技研究所っていうのがありましたですよ。だから若尾さんだとか皆さんみんなそこをこう入社して半年間か1年やって、それで女優さんでこうなっていきますでしょ。ほんでそこの演技研究所っていうのを所長をやってた冬木さんという名物男がいましたけれども、で冬木さんも三島さんが「からっ風野郎」へ出た時に随分ね親切に面倒見てくださって、ほんで三島さんは何かへ書いてますけども、セットで自分が困ってたりなんか要するにしょげてる時にね、そーっとどっかから現れて「大丈夫です」とかって言ってくれるっていうのを覚えてたんですよね。で僕はそんな話を聞いてたし、で冬木さんにいっぺん相談したんですよ。こういうのを内緒だけどやるんだからっていうんで、誰か紹介してくれないかって言ったら連れてきたのが彼女なんですよ。で僕も僕も撮影所ずっとおりましたから、大抵新人の女の子やなんかでも知ってるんですけど、彼女だけは知らなくって、それで三島さんに会わせたら「これいい」って言うんですよ。で大先生がそう言ってんだからっていう。それで当時ニュージャパンのホテルがまだあった頃でね、そこで、三島さんに会わせたわけですよ。そしたら、彼女は、こちら三島由紀夫さんって言ってもね分かんないんですよ。でその次の日にね昨日うち帰ってお母さんに話したんですって、こういうお話をいただいたんだって。それでその監督であり俳優の相手役の人に会ったんだけど、なんだかヤクザみたいな人だったっていうわけですよね。それを聞いたら三島さんが笑い転げてましたけれども、それぐらいなんていうんですか、芸能界であんまりすれてない子だったから逆に良かったんじゃないかな。そうですね。で特に彼女はフランスではすごい評判良かったですから、だからそれからもう映画を界から足洗ったって言いますかね、映画界いなくなったんで惜しい女優さんじゃないかと思ってるんですけども。2
2日目の最後のところで、タイトルを、撮影することになったんですけれども、あれは横瀬さん、その三島さんが全部このあれをタイトルの軸をこう動かしたんですか、自分の手で。自分で、自分でやって、であれはだから横やってる時はどうやってたの？横移動したよね、カメラ。でその今度は英語だとかフランス語やなんかみんなこう上へ上がっていきますでしょ。あれはどうやった？あれも横移動でしょ。だって手で自分でやってたでしょ。でも確かこう広げてね、巻物を広げて横移動で確かしてたでしょ、カメラ。レール引いてね、レール引いて、ずっとこう撮影。撮影してましたね。あ、そうですか。結構それに時間がかかって、外が少し明るくなるみたいなことでしたよね。この映画は要するに一番最初に申し上げましたけれども内緒で作るっていうことになってて、でなぜ内緒でやったかっていうと、三島由紀夫が映画を主演して自分が脚本書いて監督やってるってことになると、要するにジャーナリズムがほっとかないから、すごい騒がしくなるだろうっていう。それで真野さんのご推薦で、大倉映画元の新東宝の、撮影所決めましたでしょ。であの時もねスタッフルームはね、三島組とか何も書いてないんですよね。なんかね変な名前、内緒で、それでね看板がね変な名前なんですよ。分からないようにやってたんですよ。撮影が終わってツールへ出品するまではどこにもバレなかったんですけど、奇跡的に、三島さんは夕刻の制作のプロセスを書いてる文章の中で、みんなが待ってた初日の、午前中に、東宝撮影所からクレーンが、のどかな春の日にこう現れたっていう、のどかな春の日と書いてるんですけどね、血の流の中で苦闘し始めてからはね猛烈に寒かったって書いてますけども、そんな寒かったですかね。やっぱり冷たいんですかね、その血の流の中でこう長く。スタジオはちゃんとした暖房なかったみたいですね。あそこはないですね。なかったんですね。だからホルマリンで冷えたんですよ。それもあったのかな。何しろホルマリンでヒヤッとしますからね。だいぶ長いことこう抱えてますからね。だからものすごく寒かったと書いてますね。なんか大映の我々から考えると大倉へこんなとこでやんのっていうような感じなんですよね。まあ今までがね大映大きなスタジオっていうより物置みたいな、そう物置みたいな感じですよ、我々から見るとね。でキャメラにしても大倉映画のキャメラを借りたわけなんですね。それでちょっと揉め事もありましたけどね。そうですか。向こうの人とね。で今考えてこう見るとどうしてミッチェルにしないでね、ありかなんかでこう覗いてそのまま見える分かるやつにしなかったかなと思ったんですけどね。映画の場合も当時はミッチェルだけでしょ。だから35点はもうミッチェルしか考えないんですよね。だからそれも大倉映画で借りて。もう昔から本当にあるキャメラで、もうあれ専門で映画っつったらね、昭和40年近くからですよね、北脇さんね、レフレックス使い始めたのね。あればっかりやったからね、もう頑丈のキャメラでね、重いしね。重いしね、5060キロぐらいあるんですよね。今思うとあれだね、あの当時は北脇が下だったからお母さん送ったんですよね。でフュージョンチェンジしてやってたんですけど、見たらやっぱりクレーンのとこちょっとピントが甘いですよね。反省してますよね。そうですか。難しいんでね。そう。今見てもちゃんとあったね。わからないね、我々は見て。その辺微妙なちょっと甘いのあそこいいかもからね、あれ。工藤さんはその後は三島さんとは
お会いになったことはなかったですか、この映画が終わってから。終わってから市ヶ谷の駐屯所に、はい、11月25日、その1週間ぐらい前に麻布十番で会って、お寿司屋でお寿司食べながら飲んで、ちょうどライフワークの本が書き終わったっていう話から、はいはい、じゃあその本をいただきながら、あといろいろあるのでまた連絡しますという話で別れたんですけどね。で市ヶ谷であんな事件が起きた時に、僕の友達が TBS にの報道部にいるもんですからね、うちへ電話かかってきて、すぐテレビつけなさい。でテレビつけたらあの事件ですから、ぼーっとして見てましたね。ちょうどあの日はね、僕はね新宿の駅前で撮影してたんですよ。そしたらニュースで聞いてね、びっくりしちゃってね、それでちょうど夕刻で書いてくれた三島さん書いてくれたやつ、今まで押し入れの隅でこう丸めて入れてたんですけどね、もうすぐ帰ってきてそれを広げてきれいにねやって、びっくりしちゃったよね。ちょうど新宿の西口の駅前にいてね、あの日は。真野さん、さっきお聞きしたら、真野さん陸軍4年学校、士官学校、航空士官学校でしょ。例えばこういう話っていうのはやる前にどう思われました？まあ厳しさっていうか、両方の立場を考えるとやはり判断に苦しんでこういう道を取るのかどうかっていうのがちょっと当時は何ともどちらがいいとかなんとかっていう決断は取れませんでしたね。三島さんが自分の作品をいろいろ書かれておりますけれど、夕刻を見てもらえば私の言わんとすることは全て描かれてると言われるんですけど、その最終決断にこういうことになったっていうことに対してのなんかこう気持ちがまだよくわからないみたいな感じで私はいましたけどね、その当時はね。皆さんはどういう考えでおられたか。僕は三島さんというのは日本人としてもう傑出した人間じゃないかと思いますけどね。でやっぱり要するに最近外国で仕事したりいろんなことがあると、イタリアだとかフランスだとかいろんなところでね、やっぱり言われますけどね、要するに「君は三島の友達だろう」とかってですごい友達持ってよかったねとかね言いますけども、そういう意味じゃやっぱりすごい人だったと思いますけども、もったいないって言えばもったいないですよね。もし今三島由紀夫が生きてたら、彼は例えばこういう例えばある出来事があったらそれはどういうふうに思うだろうとか、どういうふうに考える感じただろうかとかってね、そういう思わせる人っていうのは少ないんじゃないかと思うんですけれども、それが最後こういう形で自害されるっていうことにドラマになってますけど、人間の生きることのなんていうんですか、すがすがしさとか大切さとかそういうものがね、遠回しになんかやっぱり感じさせるなんか鋭いね、ものがあるんじゃないかなと思いましたね。それはやっぱり三島さんの人間なりのその素晴らしさっていうか、そういうこととつながってんじゃないかなと思いますけど、普通じゃねできないことだと思いますね。僕なんかとってもできないですよ。いやですからできないことですけれども、できないことの裏側で、その生きるっていうことに対してのね、なんかこう深さっていうかな、そういうものをなんとなくこう
表すっていうか、気持ちを出したいっていうことだったんじゃないですかね。どうですかね。それとね、あの人はやっぱり何回も言いますけど、すごい真面目な人だから、要するに小説書いてる時も戯曲を書いてて、舞台を演出する時も映画をやる時も、いろんなことをやってきたけどもね、大体全部同じように全力投球するわけですよね。だから普通はとってもあんなに全力投球なんかしてたらエンジンが切れちゃうんじゃないかと思うぐらい、そういう意味じゃタフって言いますかね、頭はいいですし。三島さん知り合った、三島さん双子じゃないかなと双子ってね、そういうのあるんですよ。思ってましたもんね。双子説っていうのがありましたね。文学座の連中なんかよく言ってたんですよ。2人いるって言うんですよ。で兄貴はね、舞台の仕事だとかね、やっててかなりぐうたらでね、だけどもう一人の弟の方はね、夜中中起きて小説書いてるんだっていうのね、まことしやからね、冗談をみんな言ってたんですよ。ね、そういうあれね。今日いらしていただいた皆さんにとって「夕刻」っていう映画は一体、何だったんでしょうか。工藤さんからおっしゃってください。あなたにとっての映画「夕刻」何だったんでしょうね。そう言われるとちょっと答えに困りますけれども、やはり忘れることのできない作品の一本ですよね、映画ですよね。やっぱりなんて言うんでしょう、三島さんそのものが、の映画じゃないかなって気がしますね。これに関係したということだけでもね、若い時にこの夕刻に少しのお手伝いできたということは本当もういつまでたっても自分の誇りに思って忘れられない作品だと思いますね、これは。生きる深さみたいなものが大変これは宿題になると思うんですけれども、生きる深さみたいなものが感じられれば一つの形として印象として残るんじゃないかなと思いますけどね。難しいけれど素晴らしいリアリティな映画だと思ったんですね。こんだけ今リアルなもう撮れないよね。そう思います。本日は本当に、40年前の映画のためにお集まりいただいてありがとうございました。で皆さんの、おっしゃることが、今更のように、当時を思い出させてくれますし、それでやっぱりこの映画っていうのはやっぱり日本の短編映画としては画期的な映画であったんじゃないかと思っております。それで僕なんかいまだに映画やってますけれども、やっぱり、その中で「夕刻」っていう映画を作ったっていうことは、私の誇りだと思っております。